まさかこの仙台で当事者とは誰かとか、あるいは負い目とか罪悪感を感じてるっていうものがテーマとして浮上してくると思ってなかったんですよ。東京とか大阪だったら、距離感もあるし、直接的にすぐ支援に行けないとかボランティア行けないので負い目を感じるとか後ろめたさを感じるとかがテーマになるのはなんとなく分かるんだけど、この仙台っていう、言ってみればここも被災地と言ってもいいところなので、そこで何かなおかつやっぱり後ろめたさとか負い目とか罪悪感が出るっていうことは哲学的な表現じゃないけど相当苦しんでたんじゃないのかなってちょっと思ってるんですよ。やっぱ独特の苦しさっていうのが仙台にはあって、もちろんそれは津波で流されたことはすごくしんどいけど、仙台には仙台の人のここで生活してて独特のメディアにもあんまり取り上げられなかったりもしたし、なんか独特なしんどさがあったんだなっていうのがあって、それをなんか言葉で出すとなんか負い目とかそういうことになっちゃったのかなと思って、それが一番言い当ててる言葉かどうかは分かんないですけど、なんかちょっとやってみてなんかちょっとびっくりしたっていうのが第一印象ですね。だから、そういうところですね。仙台でさえそういうような状況になってる。だから当事者っていうのは一体誰なのかとか、なんかその辺の難しさっていうのは地震ですごく出たような気がして、なんか逆にそのことが苦しいというか、当事者以外何も語ってはいけないとか、本当に家のない人とかそういう人じゃないと震災について語ってはいけないような空気っていうのが逆になんかすごく震災という出来事をちっちゃくしてしまうような気がして、出来事って本当はもっと広いもので、震災ってみんな傷ついてるし、日本でも海外でもいろんな意味で傷ついて、出来事っていうのはすごい広い射程なのに、なんかコアの部分というか本当に津波に流された人とか地震に遭った人とか家が倒壊した人とか、それが出来事とイコールになっちゃって、それ以外の人なんかすごく出来事から出ている人のような気がして、それがなんか気持ち悪くって、逆にそのことの方が震災そのものよりも後の方がしんどいっていうか、そういうことがなんかね言葉にならないけど感じやってて、そこがあるかなと思いました。今後やっぱりどうですかね、哲学カフェの今後っていうか、今回とあと前回他の場所でやられてると思うんですけど、今後見通しがつくものでもね、すごく大事な作業だなと思いました。やっぱり苦しみ、自分の、苦しみってまた広い言葉ですけど、なんかモヤモヤしてるものが他人との対話でその根っこがどこにあるかとか、なんか自覚的なんか感覚として反芻されて、こういうことを思ってるんだな、もしかしたらこれがキーワードかもしれないなっていうようなものがあって、そのことに対して哲学カフェというのは役に立てるような気がするんですよ。だからすごくしんどそうだなっていうのは直感的って言ったらまた哲学的じゃないですけど、話を聞いててなんかすごいしんどい状況に今仙台っていうのはいるのだなと改めて、これ問題にしなきゃいけないぐらいのことだなと僕思いました。仙台っていうのをこの街の中